こんにちは。のんのルームののんです。今私は築50年の和室があるお部屋に住んでいるんですけど、3月に上げたルームツアー動画からこういったソファーだったりいろいろ増えたものがあるので、今日は更新版ということでルームツアー動画を撮っていきたいなと思っています。で、前に上げた時の動画ではあまり詳しく説明していなかったアイテムの紹介だったり、結構 DIY をした場所もあるので、どんな DIY をしたか、もともとはどんな様子だったかっていうところも含めて詳しく頑張って解説していくので、最後までぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。動画の中でもどこで買ったものかっていうのはなるべくお話ししていきたいなと思うんですけど、ほとんどが楽天で買えるものだったりするので、楽天ルームにお部屋のものは基本まとめています。これどこで買ったものだろうって気になったものがあったら、概要欄に楽天ルームのリンク貼っておくので、そこからよかったら見てみてください。それではルームツアースタート。まず家の中でもすごくお気に入りのゾーンを紹介します。和室の一角になるんですけど、月のランプがあったり、自分で描いた絵を飾っていたり、観葉植物を置いているエリアになります。観葉植物は左からフィカス、真ん中がガジュマル、一番右がパティラです。どの植物も買った時からすごく成長していて、愛おしい気持ちになります。今年の6月に植え替えをして、その時植え替え動画を撮ってみたんですけど、なかなか編集する時間を取れずにボツになってしまいました。なのでその動画の一部をここで供養させてください。こんな感じで植え替えをしていました。その横にあるのが自分で描いた絵です。テクスチャーアートをしてみました。凹凸があったりラメを入れてみました。あんまり意識はしなかったんですけど、自分の家に合うような雰囲気になってインテリアとして飾っています。で、あともう一つ自分で描いた絵がこちらです。
クレアベースというクラフト系の体験ができるお店でアネモネの絵を描いてきました。自分的には頑張って描いたんですけど、見本と全然違う仕上がりになって、自分って下手くそなんだなと実感させられました。なんか奥行きが足りない感じがするんですよね。また機会があったら頑張って絵を描きたいなと思いました。その他にももう一つ自分が作ったものがありました。それがこちらのピンクのタイルのトレイです。実はこのピンクのタイルのトレイなんですけど、元はこの絵のボードと同じボードでした。作り方はこの動画で詳しく説明しているんですけど、作っている様子はこんな感じです。結構簡単に作ることができるので、よかったら皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ちょっと戻りまして、こちらのゾーンの紹介です。このピンクの花瓶は京都の古着屋さんで購入しました。京都で見つけた瞬間に一目惚れしちゃって、同時に一目惚れしたものが他にも2つあったんですけど、これはこのタイミングで買わねばと感じさせるものがあり、ネットでも買えたんですけど、なぜかその場で買って京都から東京まで持って帰ってきた思い出があります。でこちらのディフューザーは白のディフューザーになります。フルーツブーケという白の北海道にある工場限定の香りのディフューザーです。すごくいい香りで詰め替え用も買って楽しんでいるんですけど、それももうすぐなくなってしまうので、次のディフューザーどうしようかなと考えているところです。でこちらのクマさんはビームスのクマさんです。私の家のオレンジのカラーとちょうどぴったり合うカラーだったので、見つけた瞬間にときめいて、気づいたら即買いしていました。でこちらのものたちを乗せている椅子は IKEA の椅子になります。これ他にも黄緑と紫のカラーがあってすごく可愛いんですけど、我が家はオレンジを採用しました。我が家には椅子が数脚しかないので、友達が遊びに来てくれた時はこの椅子を使います。こちらの本を入れている棚は用途としては多分アウトドアで使うような棚になっていて、折りたたみができるものになっています。置いてある本は様々で、インスタで仲良くなったお友達の本だったりとか、うけつさんの変な家シリーズの本だったり、あとは去年休職していた時に自己肯定感の低さに悩んでいたので、それを解決する本を置いてあります。であとは私ミステリー小説が好きなので、いくつかお気に入りのミステリー小説も置いています。はい、これが私の和室のお気に入りゾーンでした。お気に入りゾーンの上にはお気に入りのライトも置いてあります。こちら月の形のライトで、月の形を変えることができるんですね。こんな感じ。私は三日月が好きなので、こんな形で常に照らしているんですけど、完全に隠すこともできます。
和室には窓が2つあって、こっち側はブラインド、こっち側はレースカーテンを2枚重ねています。でこのブラインドはカーテンレールにつけられるタイプのブラインドです。で横幅が結構長くて 2.3 メーターぐらい確かあったんですけど、それぐらいの長さでもオーダーできる楽天のブラインドカーテン屋さんで発注しました。夜はここのブラインドカーテンにプロジェクターを投影することもあって、おしゃれで実用的でとっても気に入っています。こちらのカーテンは無印の、もう多分廃盤になってしまっているような気がするんですが、無印のカーテンと韓国のアイテムを取り扱っているセレクトショップのラカーフで購入したカーテンになります。このカーテン2枚とも 4,5 年前ぐらいですかねの一人暮らし時代から使っているものになります。4,5 年前に一人暮らししていた時の家の窓が結構長かったので、カーテンも長くてこんな感じでもう下についてしまっているんですけど、こういうおしゃれもあるよねっていうことで見逃しております。で今視界に映ったこちらです。こちらは珍しい形の扇風機です。これはメルカリで手に入れたんですけど、この四角い扇風機の羽の部分と首のピンクのカラー、あとはボタンの浅黄色っていうんですかね、ブルーのカラーがすごく可愛くって、もうこれはこの空間に合わせるしかないと思って、ちょっとお高かったんですけど気づいたら買っていました。昔ながらのボタンの感じとダイヤルの感じで、こんな感じで使っています。かわいいですね。これはちょっとみんなに自慢したいアイテムです。お気に入りのゾーンの反対側はこんな感じでマットレスを置いています。お布団も夏仕様にしていて、掛け布団はトローリケットという肌触りがなんかすごくいいお布団にしています。で枕カバーとシーツは無印のものを使っていて、マットレスは三つ折りマットレスなんですけど、豆腐マットレスの稲荷タイプを使っています。今は寝る時のようにマットレスを置いてるんですけど、日中はこんな感じでなんかベルトが出てきた。よいしょ、失礼。よいしょ。こんな感じで立てておいて、こう蒸れが気になったりもするので蒸発させております。布団の奥には押し入れがあります。上にも収納があるので結構物が入る収納スペースになっています。で今はちょっと汚いので中の紹介は割愛するんですけど、こちらの動画でクローゼットの中身を全部出して紹介しているので、気になる方はこちらの動画でよかったら見てみてください。この家にはあまりハンガーをかけられるスペースがないので、ダイソーで買った鴨居フックをつけて、ここにハンガーをかけたりしています。鴨居フックは結構至るところに使っていて、こんな感じで
カバンをかける収納にも使っています。先日参加したワークショップで作ったトートバッグと巾着です。かわいい。ちょっと場所を移動して和室の外に出てきました。和室と洋室の間にはもともと引き戸があったんですけど、広いワンルームとして使いたかったので、このような棚を自分で DIY して作りました。この棚の詳細な作り方はこちらの動画でまとめています。簡単に作業の様子を見せるとこんな感じです。そんなに大変だなっていう感じはしなかったので、誰でも作れるんじゃないかなと思うので、気になる方はチャレンジしてみてください。で、置いてあるものの紹介ですね。こちらマーシャルのスピーカーです。低音の音質がすごい良くて、聞くと気分が上がります。こちらがロープライトになります。つけるとこんな感じ。ちょっと明るくてね、分かりにくいと思うんですけど、別でスイッチがあって、それで色の調整だったり明るさの調整ができて結構便利なライトです。ロープなので形も自由に変えられて、いろんなところに引っ掛けたらおしゃれだなと思うので、インテリアまた変えることがあれば別のところに引っ掛けていろんな形を楽しみたいなと思います。こちらが初めての一人暮らしの時からずっと一緒にいるミッフィーちゃん。この子だけはずっと連れて人生を歩んでいます。で、こちらはフランフランで買ったチューリップ型のグラスです。揺れたりした時に動くのが怖いので、透明の粘着力の強いテープで固定させてます。で、こちらはほぼ日の日めくりカレンダーなんですけど、今もう8月なので1ヶ月以上めくっていません。日めくりカレンダーめくるの苦手なんですよね。で、その下にはカメラ類を置いてます。最近暑くて全然写真を撮りに行けてないので、そろそろ写真を撮りに行きたいです。さらにその下にはこれから読もうと思ってる本たちが置いてあるんですけど、
前回の動画を見てくれた方は気づいたかもしれないんですけど、その時からラインナップが変わっておりません。全然本を読めていないので、ちょっと本を読む時間を増やしたいなと心の中で思っております。で、寝る前に使うリップとかハンドクリームとかはここにまとめています。このお皿はフライングタイガー。このケースは金子亮さんという方の作られた陶器です。めっちゃ可愛くてお気に入り。ここのゾーンはピンクと緑な感じでまとめています。イエーイ。この棚があったところには引き戸があったっていう話をさっきしたんですけど、その引き戸はじゃじゃん、貼って剥がせるシールの壁紙を貼ってインテリアボード的な感じで活用しています。ここは好きなアーティストのフライヤーとかを貼れたらいいなとか思ったり、2枚しか貼っていないんですけど、なんか適当に貼りたいなと思っています。この横のキラキラかわいいモービルちゃんはスレッズでたまたま見つけた作家さんのポップアップで購入しました。もう見つけた瞬間ね、可愛すぎてこれは運命だなと思い、その2日後にポップアップへ行ってきました。他にもアイテムあるので後ほど紹介したいと思います。冒頭でも座っていたソファーは普段このスペースに置いています。このソファーはルージーというソファーです。ビーズクッションで体にフィットする感じの気持ちいいソファーで、このソファーがうちに来てから寝落ちする回数が格段に増えました。マジで人をダメにするソファーだと思ってます。コーデュロイのカバーの素材も気持ちよくて、カラーはやっぱり私の家ならオレンジかなと思ってオレンジにしたんですけど、24色ぐらい種類があるので、また機会があれば別のカバーにして他の雰囲気の変わったインテリアを楽しみたいなと目論んでおります。このソファーが買えるリンクと500円引きになるクーポンコードがあるので、それは概要欄に貼っておきますね。で、その横のこちらのタイルテーブルはさっき紹介したピンクのタイルトレーと同じタイミングで使いました。 IKEA の組み立て式のテーブルにタイルを貼り付けただけの簡単なもので、好きな色で自分だけのテーブルが作れちゃいます。よかったら真似してみてください。反対側にはこの猫の時計と無印の壁につけられる棚をつけています。猫の時計は目と尻尾が動くスタイルです。いい夫婦というドラマを見てた時に、ドラマの中のお部屋に飾られていたのを見て、あ、これは可愛いと思って頑張って調べて買いました。素材としてはプラスチックのもので、そんなに丈夫な感じではないんですけど、1万円ぐらいして結構高かったです。でも可愛さにはかなわない。で、その横の無印の棚には先ほどのモービルと同じ作家さんから買った積み木のフラワーベースです。可愛いです。チューリップがすごい好きなので、もうこれもね絶対買うぞというふうに思って行きました。で、その下の段にはパロサントを置いてあります。白鳥のお皿にパロサントをクリップに挟んで乗せています。雨が降った日とかにつけたくなるような香りで、木が燃えてる匂いなんですけど、すごい癒されるいい香りです。で、その下には
ちらのもしもししもさんのイラストとドルフィンネックレスという観葉植物を置いてます。このアンティークっぽい椅子もメルカリで購入しました。ここは私の癒しゾーンです。横には大きい植物。この植物去年友達がくれたんですけど、すごい成長しました。名前は確かアロカシアウエンティだったはず。いつも馴染みがなくて覚えられません。すぐね葉っぱが出てきてくれるんですけど、この子が一番最近の葉っぱです。しっかりと葉っぱにも模様が入ってて美しい。リビングの窓のカーテンはバーチカルブラインドを使っています。おそらくカーテンレールにつけることは推奨されていないようなんですが、私はきっと大丈夫だろうと思ってつけてしまっています。1年経ちましたが、カーテンレールが歪んでいる様子もなく、全然問題なく使えています。こちらの窓にかけている風鈴はクラゲの風鈴です。このぐらいの暑さになってくると窓を開けることがないので、この風鈴の音もなかなか聞けないんですけど、飾ってあるだけで涼しげな気持ちになれるので、インテリアとして置いております。でこれは新潟のふるさと納税でゲットしたんですけど、今はちょっともうそのふるさと納税の返礼品はないようなので紹介できないのが残念です。こんな感じの音が聞こえます。その横にはエリザベス女王、こんにちは。いつもね上から見下ろして手を振ってくれます。こんな感じ。ソーラーパネルがこのバッグのところについているので、電池を入れなくても天気がいい時はお手手をフリフリしてくれます。ちょっと倒れちゃってたんですけど、こちら夏のお香とお花のキャンドル。これは韓国のシャンプーを買った時におまけでついてきたキャンドルです。で後ろにはウッドウィックのキャンドルを置いてます。これ焚き火の音がするキャンドルで、もともとここまであってこのぐらい使ってるんですけど、夜に癒されたい時に使うようにしてます。でこっちはごちゃごちゃコーナー。もう好きなものを好きなように置いてるっていう感じですね。壁にはなんか気に入っているものを貼ったりとかで、こっちの IKEA の有効ボードには、よく使う文房具だったりとか飾って可愛いものを置いたりとか、こじこじが好きなのでこじこじのガチャガチャでゲットしたキーホルダーをかけてます。やっほー。でこちらのくるくるはマダデザインさんのくるくるです。扇風機とかを回してると風でくるくる回ってくれて日々癒されています。でこちらの机はご飯を食べる時も仕事をする時も使っている机です。 IKEA の机で天板部分が竹で足が白いスチールなんですけど、インテリアにも馴染むし使いやすいサイズでお気に入りです。でもここでご飯食べるのは味気ないような気もするので、丸いテーブルを買いたいなと今考えているところです。こちらの椅子はオフィスチェアなんですけど、
カラバリが豊富なもので、白とピンクと水色とこの緑の種類になってます。座りやすくて全然腰も疲れないのでおすすめです。反対側に行きましょう。こちらはですね、ドレッサーのような場所になっています。こんな感じ。この家築50年で独立洗面台がないんですね。なので独立洗面台の代わりになるような場所ということで、このスペースを作りました。こちらには間接照明もあって、足で踏む式のライトです。こんな感じ。その横には和室にも置いてあるのと近いんですけど、テクスチャーアートが置いてあります。これは私のパートナーが描いたものになっていて、私は空を描いたんですけど、パートナーは抽象的なデザインをしていて、こんなにも人によって違うんだなと思った記憶があります。ここにはお香を置くスペースもあって、このお皿はフランフランのお皿になるんですけど、このお香立てを組み合わせてお香のお皿として使っています。今なんか炊こうかな。こちらのアポテーケのこの香りを炊いていこうと思います。ライターはここに裏に隠しています。火を使わないライターなのでちょっと安心。つきました。あ、すっごいもくもく。あ、いい香り。ここに刺します。こんな感じでいつも癒されたい時はお香を焚いてます。そして横にずれまして、でこの照明は電池式の照明なのでコンセントを使わないものになるんですけど、上から吊り下げる方法はこんな感じ。天井から吊り下げることができるフックを天井に刺して、そこに引っ掛けて飾っています。でこちらの花瓶にはアポテーケのお香をぶっ刺してます。この花瓶も和室にあった京都で買ったよっていう花瓶と同じ時に買ったもので、まあこれも重いんですけど頑張って持って帰ってきました。ここは香水ゾーンになります。私のお気に入りディップピックのオーローズとか、あとは最近買った香水だとタンバリンズのブルーヒノキという香り。これは、香りもいいなって思ったんですけど、完全にパケ買いみたいなとこもあって亀がついてるんですよ。ここのめっちゃ可愛くないですか？夏だしちょうどいいなと思ってマリンっぽい香水を選びました。このノンフィクションの香水たちを入れてるのは灰皿なんですね。この灰皿もメルカリで買ったんですけど、実はもっと小さいのを想像してて、言うならばこのぐらいのサイズ
でもっとちっちゃい小物とかを入れようと思ってたんですけど、想像以上にでかかったので香水入れとして使っています。結果よしかな。このお皿には今ボタンがちょっと乗っかってるんですけど、今してる指輪をいつも置いてます。この指輪ブラックダイヤの指輪なんですけど、自分が30歳になった時に記念に買いました。高かったけどめっちゃいいお買い物したと思ってます。このね、石に込められた思いとかが素敵だなと思って、つけてると自分を強くさせてくれるような気持ちになる不思議な指輪です。こちらに置いている椅子はずっと座ってるとちょっとお尻が痛くなるような椅子です。この IKEA の棚とセットで使えるような見た目になるようにこの椅子をチョイスしました。 IKEA の棚の中にはスキンケア類だったりとかドライヤーとか入れているのと、こっちにはティッシュとかいろんなその他もろもろなものを入れています。でどっちもちょっと汚いので今回はお見せしないのですが、すごい大容量なので荷物が多い方のお家にはおすすめな棚になります。でここ鍵付きで、鍵をね使うことはないんですけど、せっかくならなと思ってガチャガチャでゲットしたかわいいチャームたちをつけてます。私塊魂っていうゲームがすごい好きで王子なんですけど、これめっちゃ可愛くないですか？プレステ2で一生塊魂やって暮らしたいですはい、やっとキッチンと玄関のコーナーにやってきました。和室を出てリビング、キッチンとつながっていくのですが、リビングとキッチンの床はこんな風に白い床になっています。こちらはもともと白い床だったわけではなくって、茶色いクッションフロアが敷かれていたんですけど、その上に自分で DIY をして白いタイルを置いていったというような形になっています。洗面所のエリアを紹介したいと思います。洗面所はこんな感じで洗濯機と洗濯機の上に収納を作って収納しています。この家で初めてのドラム式洗濯機を使っているのですが、乾燥機を使えることのありがたさをすごく感じていて、めちゃくちゃ重宝しています。ドラム式洗濯機はパナソニックのキューブを使っていて、見た目ももちろんいいっていうのもあるんですけど、熱がそんなに高くならないタイプなので洋服のダメージが少ないのと、あとは部屋の温度が熱くなりにくいっていうことを聞いてこの洗濯機を選びました。でその上の洗濯機上収納なんですけど、これは私が探した中で一番見た目が良いプラス価格が高すぎないっていう本当にいいものだなと思うので、これから洗濯機上の収納を探す方には本当におすすめしたい商品です。これ本当におすすめです。このねカゴ、真ん中のカゴはこの収納についてくるもので、その他のカゴについては自分で買ったものになるんですけど、横幅も変えられるし、上にはハンガーをかけられてタオルとかもかけたりすることもできるし、ちょっと見えにくいんですけど横には網網もあって、そこにフックをかけたりとか、こっちも S 字フックかけたりとかできて、かゆいところに手が届くっていうような収納になっています。あんまり綺麗じゃなくて生活感がありまくりですいませんって感じなんですけど、おすすめの収納です。築50年っぽいなって思うのが、ここ下に排水口がないので毎回ホースを風呂場に出して
水はお風呂場に排出をしています。これがねちょっと地味に大変なんですけど、もう1年以上やってるのでだいぶ慣れました。一人暮らしなのでいらないかなと思いつつも、一応突っ張り棒をつけてカーテンを取り付けてます。でこちらは IKEA のカーテンなんですけど、長さが長すぎたので母親に協力してもらって長さを切ってミシンをかけて自分で加工をしました。続いてお風呂を見ていきたいと思います。お風呂も前から見てくださっている方はご存知の通り超古い感じの雰囲気で、床はタイルです。これをねいいと言ってくださる方もいるんですけど、最初私が見た時はちょっと古くて嫌だなっていうのが印象でした。であと古いから換気扇がないんですよ。なのでカビ予防は結構こまめに頑張ってやってます。あとシャンプーがね何人家族だよっていうぐらいあるんですけど、置く場所がないので窓枠に置いております。一応ここが洗面台っていう感じなんですけど、あまりにも使いにくいのでここはほぼ使うことがないです。ここ一応裏にも収納があるって感じです。私はいつもお風呂入るときはこのスマホケースにスマホを入れて、湯船浸かるときはこんな感じで角度を変えてこっちに向けて動画を見るし、シャワー浴びるときはこんな感じでシャワーを浴びながら動画を見てます。このケースも地味に便利でおすすめです。続いてトイレに行きたいと思います。失礼します。トイレには窓がついてるんですが、こっち西向きですごい暑いんですよ。もうもわもわっとした空気が流れ出ています。トイレのお気に入りゾーンがこちらになるんですけど、既存のトイレットペーパーホルダーを外して賃貸でもつけられるペーパーホルダーを取り付けました。でその上にはトイレで暇な時にちょっと雑誌読んだり本読んだりみたいな感じで本を置いてます。こっちの日めくりカレンダーはちゃんとめくられていて、今日は8月3日です。このカレンダーもう情報量が多すぎるんですけど、情報量が多すぎて結構面白いです。何も覚えることができないんですが、その時はふーんって思うんですよね。また来年も買いたいなと思ってます。このトイレなんですけど、今床はコンクリート調の床なんですが、ここも自分で DIY をしました。もともとは壁と同じ水色のタイルだったんですけど、それがちょっと古いトイレ感が出ちゃって嫌だったので、玄関にも同じシートを貼ってるんですがコンクリート調のものを置きました。でこの DIY も動画が残ってるので、こんな感じで DIY をしたよっていうのをぜひ見てください。
はい、そんな感じで DIY をしておりました。これが築50年のトイレです。我ながら気に入っているトイレになります。さようなら。続いてはキッチンに移っていきたいと思います。キッチンはね、そんなに話すことないんじゃないかなと思うんですけど、端からいきたいと思います。コンロは後付けのもので、こちらはリンナイのガスコンロになるんですけど、自分で買って設置しました。料理そんなにたくさんするわけじゃないんですけど、もう完全見た目でちょっとお高めのものを買ったんですけど、それが大正解ですごい可愛い雰囲気になってて、料理するのが楽しいです。火力も結構強い感じにできます。でこのお鍋すごい可愛くてお気に入りで、前回かなのルームツアーを載せた時に、このお鍋可愛いのにこのお鍋についての説明がないんかいみたいなコメントがあって、すいませんって感じだったんですけど、このお鍋はベターフィンガーっていう韓国のブランドのお鍋になってます。でインスタで韓国の人の Vlog みたいなのを見た時にこのお鍋が出てきて、めっちゃ可愛いと思って頑張って画像検索とかで探して9点でたどり着いたので、9点で購入をしました。で他にもですね、こういう楕円形の鍋だったりフライパンだったりがあるんですけど、蓋もこんな感じですごい可愛いです。で横に移って、私は洗い物かごを使わない派なので、ジョージ・ジェンセンのなんとかタオルを置いて、ここで食器を乾かしてます。でラッセル・ホブスのミルを引くやミルなんだっけ、ミル何も名前が出てこないですね。塩と胡椒はこれに入れてます。ちょっと逆光になっちゃって見にくいんですけど、これ食器用洗剤、これがハンドソープで、どっちも最近使い始めたものなんですけど、ヨッペ、これがブランド名ヨッペっていうんですかね。ポーランド製のナチュラル系のものなんですが、これもパケ買いで可愛いものを置きたいなと思って選びました。香りも良くて使い心地も良くて、ちょっとお高めではあるんですけど、キッチンはこんな感じ。私のキッチンのシンクにはよくああいう牛乳パックが登場するんですけど、これが何かっていうと生ゴミ入れにして使っていて、牛乳パックって匂いが漏れにくいんですね。なので牛乳を飲み終わった後のパックは潰したり開いたりせず、そのまま乾かして乾いたら生ゴミ入れとして使っています。週1か週2のペースでまとめて生ゴミを捨てるっていうようなルーティンができてます。これ本当に生活の知恵っていう感じで、実家のルールみたいなものだったんですけど、めっちゃ便利なのでやってみてください。でその横に移りまして、コーヒースペース、ティースペースになります。でこの棚は IKEA の棚になっていて、いろいろ自分でカスタマイズできるものになっているんですけど、私は食器とかを入れたり、紅茶のストックをいっぱい入れてます。紅茶ありすぎて飲みきれないんですけど、やばいね。
やばい、どんどん適当になってきた。すいません。何か分かんないことがあればぜひコメントください。で、大体のものは楽天に商品載ってるんですけど、適当すぎるじゃんってなったらまた動画撮るので、そこの部分は次は重点的に紹介するので、ぜひコメントで教えてください。動画ね、撮り始めてね、なんだかんだで4時間ぐらい経過しているっていう、片付けながらねやってるので時間がかかってしまっているんですけど、っていうただの小言でしたすいません。はい、そんな感じですかね、キッチンは。じゃあ次、玄関の方に移っていきましょう。玄関横はこんな感じのスペースがあります。で、今ねこの横のスペースって何も活用できてなくて、私が一人十分寝れるぐらいのスペースがあるんですよね。ちょっと寝てみようかな。おっこらしょ。見えるかな。へい、こんな感じ。あ、ちょうど寝れんじゃね。ここで寝てもいいよねってぐらい広々してて、私と同じぐらいの身長の人だったら1,2,3,4人ぐらい寝れる、それぐらいのスペースがあるんですけど、1年以上何も活用できてないので、今度はここにこう丸いテーブルを置いて、ここでね仕事したりとかご飯食べたりとかしたいなって思ってます。その方がなんかダイニングっぽくないですか？ここの間取りが一応 1LDK なので、ここのダイニングスペースを有効活用したいです。おふざけもちょっとほどほどにして、ここの開かずの場みたいなところは前回、収納メインのルームツアーをやった時に紹介しているので、よかったらその動画を見てもらえたらなと思うんですけど、いっぱい物が入るスペースになっています。で、掃除機だったり炊飯器だったり除湿機だったりがまとめて置いてあって、こちらの横には和室とリビングの間のもう片割れの引き戸がここに置いてあります。こっちは青の壁紙シートを貼って、自分で撮った写真をプリントして貼っております。で、お風呂に近いので写真が湿気で丸まってきてしまったんですけど、主にフィルムカメラで自分で撮った写真が残ってるって感じになってます。で、横のスペースは可愛いスペースになっていて、ここもお気に入りのゾーンになってます。だいぶピンクと緑の原色な感じでまとまっていますね。で、差し色でオレンジみたいな感じでいい感じ。イエーイ。この鏡はフライングタイガーで、ガチャガチャで出てきたテレタビーズ、フラワーベースもですね、これは京都で買ったやつ3つ目と、別のオンラインショップで買ったアンティークのフラワーベース。こちらは横山舞さんと、11923タフティングのショップの方のコラボのアイテムで、キャンペーンに応募したら当たりました。クリームソーダがめっちゃ好きなので、すごい嬉しかったですね。これはもう本当にずっと大事に大切に飾っていきたいと思います。で、これはディズニーランドでお土産で買った、これパケ買いですね。スナックが入ってたカンカンになっていて、トマト缶みたいなデザインで
すごい可愛いんですよ。でこっちのディフューザーも白のディフューザーを使っていて、これちょっと高いやつ、なんかリフィルで1万円ぐらいするちょっと高いやつなんですけど、いい香りですごい気に入っています。家に遊びに来てくれる人には必ず褒められると言っては過言ではないぐらいのいい香りを放っているいい女です。はい。でその横がついにやっと来ました、ラストのゾーン、玄関です。上から見るとこんな感じになっています。でさっきトイレで言ってたのがこの床です。トイレの床と同じフロアシートを使っています。でここのね縁とかも自分でマスキングテープを貼って DIY をしました。でこの横のフックは無印の壁につけられる家具を使っています。で夏とかこの時期は、キャップだったりとかヘッドホンだったりとかバッグをかけてるんですけど、冬の時期になるとここはコートをかける場所になります。で玄関ドアにはいろんなものを貼り付けています。貼っている磁石とかはこれとかはね、もらったステッカーをダイソーとかに売ってる磁石シート、マグネットシートみたいなものに貼り付けて形を切って、ステッカー活用術みたいな感じです。でその下のこちら靴べらなんですけど、磁石でつける専用の場所があるんですけど、これが結構当たるとすぐ取れるので、もうドアに直張りしています。あんま意味ない。で傘立ても小スペースで使えるように磁石でつけられるものを使ってます。はい、ルームツアーいかがでしたでしょうかすいません、後半の方はちょっと体力的に疲れてきてしまってだいぶはしょりながらやってしまいました。すいません。で、でも前回は玄関からスタートして、多分おそらくもう和室に行く頃には雑な説明になっていたと思うので、2個の動画を合わせて1個の作品みたいな感じになったんじゃないかなと思います。なのでちょっと後半の方雑だよ、ちょっと分かんないよみたいな感じで思った方はコメントで詳しく教えてってちょっとお手数なんですけど言ってもらうか、3月の動画を見てもらえるときっと補えることが多いんじゃないかなと思います。グダグダな感じになってしまったんですけど、ここまで見てくれた方本当に長い動画ありがとうございました。部屋いいねとか、最後まで動画よく頑張って撮ったねとか、お疲れ様みたいな風に思ってくださったら、ぜひ高評価ボタンと、あとはチャンネル登録もしてもらえたら嬉しいですはい、それではまた別の動画でもお会いできたら嬉しいです。それではまた会いましょう。バイバーイ。